じゃあスパルと申します。ラティアスリサーチ2週間お疲れ様でした。早速ね、ラティオスリサーチが6月に来るということが発表されまして、今回のラティアスリサーチでは羽毛の獲得量がどうだったのかとかを振り返っていって、今後の伝説イベントだったりラティオスリサーチの時のアイテム交換なんかに活かせるように備忘録を残しておきたいなと思います。皆さんはどの程度羽毛を獲得できましたでしょうか。それでは参ります。ということで早速無課金初期税パルのラティアスリサーチの総獲得羽毛、こんな感じになりました。細かいリサーチごとの内訳は画面に表示しておこうと思いますので、ご興味ありましたらご覧ください。ってことでメインアカウント2週間全部込み込みで合計2109個、サブアカウント全部込み込みで2167個となりました。どうなんでしょう多いのか少ないのかというところなんですけれども、なんとですね、これクレセリアイベントの時から考えると300個から400個ぐらい獲得量少なくなっちゃってるんですよね。ここを誤算というか完全に失念していたことがありまして、実はね、そのミッションの報酬だったりリサーチの羽毛の量ってあんまり変わってないんですよね。私自身が成長しているはずなので1年経ってリサーチの羽毛の数変わってないというのも若干問題ではあるんですけれども、一番ね問題だったのがクレセリアイベントの時ってみんなの眠気パワーっていうね、みんなのなんかレイドみたいなやつがあって、それの報酬でクレセリアの羽毛が300個ほど獲得できるというものがありまして、その分をね完全に忘れちゃってたんですよね。それプラス今回私が訪れたフィールドが1週間目アンバー渓谷、2週間目若草 EX ということで、昨年ねクレセリアイベントの時はラピスラズリ湖畔とかに行ってたんですけど、フィールドの難易度が上がってしまったことによる羽毛のリサーチでの羽毛の獲得量の減少と、みんなの眠気パワーがなかったことによる300個以上の羽毛の獲得量の減少というのが合わさって、これぐらいの獲得数だったよという感じになっております。私ね、クレセリアイベントの時の羽毛の量を予想して、だいたいお高いサブレ何枚ぐらい使えるなみたいな想像の上でラティアスリサーチを進めていたので、本当にメインスキルの種1個分以上の羽毛が本来なかったのに、それをね感情に入れてしまっていたので、そこは大失敗だったなというところで、私のね情報を当てにしてくださっていた方にもちょっと迷惑かけてしまっていたかなと思います。大変申し訳ない。そんな感じで、とにかくラティアスリサーチ2100個ちょっとぐらい獲得できたよということで、ラティオスリサーチが、今回はねスキルのポケモンが強化されるラティアスリサーチだったわけなんですけれども、どんなイベント内容になるのかでまたこの羽毛の数とかフィールド選びとかでねまた変わってくるところなんじゃないかなと思うんですけれども、一旦私はこの2100個ぐらいを目安にして次のねラティオスリサーチのアイテム交換計画を考えていきたいなというところであります。でちなみになんですけど、私はねお香をすべて交換する戦略で遊んでおりまして、お香を全部交換すると11個分交換すると1420個羽毛を使います。そしてお安いラティアスサブレを4枚交換すると220個になります。それプラス今回ね私交換しなかったんですが、メインスキルの種を交換するというところまで含めると、なんとここまでで1990個使ってしまうということで、お香全部とお安いサブレ全部とメインスキルの種でおよそ2000個必要であるというところで、私ねフレンドさん多分48人ぐらいアクティブなのかな、それぐらいの感じなので、フレンドほぼほぼマックスでいて、初期勢でアンバーと若草 EX に行った時にこれ全部交換して、あともう高いサブレ1枚交換できるか、適当な量の飴とかと交換して終わりくらいの羽毛の量であるというのをねちょっと改めて認識しまして、これからどうしていこうかなというところなんですよね。お香全部交換はしたいんだけど、ゲットのことを考えるともうちょっとね素引き狙いをした方がいいのかもなという悩ましい状況ではありますね。個人的にはねラティアスのお香を使えばボーナスサブレを上げることができるので、良くも悪くもラティアスサブレを
減らす的なね、意味合いもあるかなとね、呼び出せば呼び出せる分だけチャンスがついてくれるかもしれないというね、ワクワクもありますし、色違いが出るかもしれないというワクワクもあるので、結局やっぱりお香の安定感に勝るものはないのかなというところなんですが、しっかりとラティアスサブレを交換してラティアスを狙っていこうとするのであれば、メインスキルの種はちょっと交換できなそうだなというところで、これをね踏まえてラティオスリサーチどうしましょうね。でやっぱりね、どうしてもラティアスの厳選がうまくいった方はね、ラティオスのゲットに全力を尽くした方がいいだろうなと思うので、メインスキルの種パスしてしまってもいいんじゃないかなと思ったりはするんですけど、今回ね、ラティアスがラティオスリサーチでも活躍するかもよみたいなことが事前に告知されているので、そのあたりでね、なんか眠気パワーが上がったりとか、なんやかんやあって今よりも羽毛がゲットできると嬉しいなとは思うんですが、多分ね、これ以上劇的に増えるということはないんじゃないかなと思うので、一個私としてはメインスキルの種を諦めるのかどうかっていうのが、少なくとも直近のラティオスリサーチの時は争点になりそうかなと思ってますし、諦めそう諦めそうな気はしてますね。今回ね、ラティアスの飴もかなり交換したんですよね、最終的に。もうどっちのアカウントもメインスキルの種を諦めてラティアスの飴に変えていったんですけれども、やっぱ伝説のポケモン、通常のポケモンよりも育成に必要な EXP が 1.8 倍かかるということで、なんなら飴ブーストしてトントンぐらいなわけで、かつ普通のリサーチで飴を入手する機会がめったにないというポケモンでもあるので、このタイミングにね育成するんだったらやっぱがっつり飴は確保しておきたいんですよね。そういったもろもろから次回ラティオスもメインスキルの種は諦めそう諦めそうだなということで、今回本当にね、アンバー渓谷と若草 EX の羽毛の獲得量みたいなところはラピスラズリ湖畔よりは少なかったんじゃないかなと思うんですよね。私がね、もっとエナジー稼げる人だったら結果は変わったんじゃないかなと思うんですけれども、多分少なかっただろうというところで、今回ラティアスが出現したフィールドがそのままラティオスリサーチのフィールドとなるのであれば、結局ね、そのドラゴンタイプが羽毛多くなるのかみたいな別のところの注目点はありはするんですけど、やっぱりラピスが羽毛的には美味しいフィールドということになりそうだなと思いました。あとはね、今回私ラティアスのお香を全部で10個使ったんですけれども、結局一度もラティアスの星3ネガオに出会うことができなかったんですよね。みたいな部分でやっぱ星2と星3って羽毛の数20個分ぐらい違うので、星3がどれだけ引けるのかっていうのもかなりがっつり羽毛のトータル量に関わってくるだろうなと思ったので、そういう部分でもやっぱ EX ってね、色違いのロマンはあるんですけど、羽毛的な安定感はどうしても少なくなってしまうのかなというのは考えさせられましたね。あとは結局木の実ガチャ次第みたいなところもありますしね、本当に難しいそんな感じでしたね。ってことでね、ぜひともそのラピスラズリ湖畔だったらもっと羽毛稼げたよとかね、何か皆さんとの差みたいなものがあったらね、ぜひとも教えていただきたいなと思いますし、皆さんのアイテム交換は最終的にどんな感じになりましたでしょうか。そしてそうですね、ラティアスの素引きも今回なんかめちゃめちゃできたよとか、いやいつも通りあんまりできなかったよとか、何かあれば教えていただきたいなと思います。一応ね、ラティアスの素引きに関してはパルは一度だけできましたね。で、初日のリサーチがどちらもラティアスが出てくるところまでランクが上がっていなかったので、6回素引きチャンスがあって1回だけラティアス登場してくれました。なので今回のパルの素引き率は 17% ほどということになっているんですけれども、私昨年のライコーエンテ水訓リサーチの時にゴールド9発電所でライコーの素引きを10回以上狙っていて一度も出てこなかったというところまでを加味すると、もう1桁%こんにちはみたいなところがありますので、伝説ポケモンの中ピックアップどこまで信用できるのかというのは今日も議論に上がるところなのかなと
思います。で、ゲットしたラティアスに関してはメインアカウントがお通し含め5匹、サブアカウント4匹となりました。かなりゲットできた。5匹はね、本当に相当運が良くないとゲットできないだろうなと思ってましたし、なんなら4匹もかなり運が良くないとゲットできないと思っていたんですが、運が良かったシンプルにこれはもう運が良かったと言って差し支えないかなと思います。仲良しのお香のチャンスも飛んでくれましたし、どっちのアカウントもかな、1回ずつぐらい野良チャンスも飛んでくれたりなどしてお迎えするに至りましたので、そういったね幸運があれば4匹5匹ゲットすることも可能だけど、やっぱ大変だよねっていうのはやってて非常に思いましたね。チャンスなしでニュームーンでもう次被るのかな、ちょっとわからないんですけど、被らないとなるとかなり大変なんじゃないかなとは思いました。あと今回ね、本当に私がラティアスサブレをそこまで使えなかったということで、ニューイヤーの時に買ったニューイヤーパックのスーパーサブレやハイパーサブレをこのタイミングでかなり使ったんですよね。そういう強いサブレがあってニュームーンデーみたいなタイミングがあると、ラティアスサブレに頼らずともそれなりにお迎えすることは可能なのかもなとはちょっと思いました。まあこれは手持ちのリソース次第だったりとか、その時のタイミング次第すぎるんですけど、ラティアスサブレを節約してメインスキルの種に回していこうとか、もっとドラゴンタイプの飴とか万能飴とかに回していってラティオスを育成するためのリソースを抱えておくのかみたいなところは、一旦ね手持ちのサブレリソースみたいなところでもある程度調節していけるのかなというところですね。そんな感じのラティアスリサーチでした。色違いがねあとは出てきてくれたら本当にめちゃめちゃラッキーではあったんですけれども、それはまたホリデーに持ち越しということで、今回ラティアスのお香一つキープした状態で終えることになりました。まあおそらくラティオスリサーチもイベントの交換レートだったり羽毛の獲得量だったりみたいなところは大きく変わらないんじゃないかなと思いますし、新サラダが登場したとて劇的に料理エナジーが増えるみたいなこともないんじゃないかなと思いますし、相変わらず料理ガチャはあるだろうしみたいなところで、今回ねラティアススキルのポケモンたちがとても強化されるというイベントだったわけなんですけれども、ラティオスの時にどんな強化内容になるのかも非常に注目ですね。かなり X とか見てると若草 EX マスター20を到達された方とかもちらほらいたので、やっぱイベントボーナスそのものは木の実ガチャが成功すればめちゃくちゃ強かったんだろうなっていうところは感じましたが、本当にねどのポケモンが育っているかと木の実ガチャ次第ですし、若草 EX に関してはそうじゃないとまたねラピスアンバーになるのであれば、そのフィールドのポケモンが活躍するということで、結局どのフィールドにラティオスが舞い降りてきてくれるのか次第なんですが、一緒に寝るって言ってるので多分ラピスアンバーなんじゃないかなってことで、相変わらずクレセリアであったりジュカインであったりエーフィーであったりそのあたりのポケモンが活躍するのかななんていうことも想像しつつ、ラティオスリサーチではどんな出会いがあるのか、羽毛をどれぐらいゲットできるのか、また終わったらね備忘録としてまとめておきたいなと思いますので、次の伝説系イベントがある時とかにちょいちょいね見返してまた策を練っていきたいなと思います。そんなラティアスリサーチの備忘録でした。ということで、皆さんが最終的にねどれぐらい羽毛をゲットできたよとかアイテム交換できたよっていうのもねコメントで教えていただけますと幸いです。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。それではラティオスリサーチも比較的もう間もなくとなっているんですが、まずはね目の前のスプリングフェスに向けて準備進めてまいりましょう。もうそろそろ準備しないとやばい気が私はしております。頑張りましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。